今私たちが目にしているこの雄大な利根川、実はこれ400年前の姿とは全く違う人の手によって作られた川だということをご存知でしょうか。こんにちは。歴史の物語を旅するディグディープトラベルの港と申します。日本一の流域面積を持つ利根川、その流れは遥か昔から変わらない自然の営みだと思っていませんか。実は現在の利根川の流れは江戸時代に徳川幕府が60年もの歳月をかけた日本史上最大の土木事業、利根川東遷事業によって意図的に作られたものなんです。一体なぜこれほど巨大な利根川の流れを東へ大きく変える必要があったのでしょうか。その裏には江戸という都市、ひいては日本の未来を左右する4つの目的が隠されていました。今回はその壮大な国家プロジェクトに秘められた4つの目的に迫ります。物語の始まりは1590年、徳川家康が秀吉によって江戸へと移されたところから始まります。当時の江戸は足の茂る湿地帯で、そしてそのすぐそばには大雨が降るたびに氾濫を繰り返す日本一の暴れ川、利根川が流れていました。このままでは理想の都市が作れない、そう感じた家康はこの湿地帯を日本の中心にするため壮大な計画を思い描きます。そう、利根川の流れを変えた一つ目の理由は江戸を日本一の町にするための治水です。その実現のために白羽の矢を立てた男がいました。彼の名は稲忠次。それまで東海道や中山道の宿場町の整備などを行った実績が評価され、関東一円のインフラ整備を任される関東の大官頭となりました。家康の川の流れを変えよという途方もない命令を受け、忠次は利根川の流れを東へ太平洋へと導く前代未聞のプロジェクトに着手します。想像してみてください。当時の技術で巨大な川の流れを変えることがどれほど困難だったでしょうか。多くの人々が土を運び堤防を築き、時には命を落とすこともあったかもしれません。まさに60年に及ぶ人と川との戦いの始まりでした。最初の工事は1594年に開始されました。現在の埼玉県羽生市あたりで川をせき止めました。そして今でも残る新たな水路を掘削、それによって利根川の流れを少しだけ東側にそらすことに成功します。さらに利根川の南側に中条堤という堤防と、もう一つ北側にも堤防を築き、洪水が起きてもその南北の堤防の中で洪水が発生するというようにしました。こうすることで利根川上流で洪水が起きたとしても、それが江戸にまで被害が至らないというふうにしたわけです。この工事だけでも江戸を洪水から守るという治水の目的はある程度達成されました。しかしプロジェクトはまだ始まったばかりです。1600年代、関ヶ原の戦いで勝利し、事実上の天下人となった家康はこの計画をさらに加速させます。稲忠次とその一族は単に川の流れを変えるだけではありませんでした。流れを変えたことで生まれた広大な湿地帯に次々と用水路を張り巡らせ神殿を開発したのです。水はけの悪かった関東平野は日本最大の穀倉地帯へと変貌を遂げていきます。これは幕府の財政を潤す巨大な農業革命でもあったのです。これが利根川の流れを変えた2つ目の理由です。こうした農業革命により、後に江戸は100万人を超える人口を支える100万都市への土台作りを成し遂げていきました。そうした偉業を成し遂げた稲忠次ですが、1610年にその一生に幕を閉じることとなりました。しかし利根川の東遷事業は息子稲忠治が引き継ぐこととなりました。1621年には利根川を日立川へと合流させるための新川赤堀川の掘削を開始します。三代将軍家光の治世にはプロジェクトは最終段階へと移ります。1629年には荒川の流れを西へとそらす工事が開始しました。今でも巨大な荒川が利根川から引き離されたことで江戸の治水は盤石となっていきました。これは後世荒川の聖泉と呼ばれるようになります。1635年には利根川と江戸をつなぐ江戸川の掘削を開始し、1641年流路が完成しました。そして
ついに1654年赤堀川への通水により、ついに現在の千葉県銚子市へとつながる最後の流路が完成しました。これにより利根川の流れを変えた3つ目の目的が達成されることとなりました。それは東北の米を輸送する東回り海運の確立です。東回り海運とは何か、これは銚子をテーマにした動画があるので、そのリンクを概要欄に貼っておきますので、そちらをご覧ください。こうして利根川と江戸川がつながることで、東北地方の物資を積んだ船は危険な房総半島の海を避け、安全な銚子の港から利根川を遡って江戸の中心部まで大量の物資を届けられるようになります。江戸の経済を支える水運という大動脈がここに完成したのです。しかしこの60年に及ぶ壮大なプロジェクトには、これまでの3つの目的をはるかに凌駕する徳川幕府の真の狙いが隠されていました。それこそが最後の4つ目の目的、江戸未来永劫を守り抜くための究極の軍事防衛という目的です。家康が江戸に入った当初は徳川の天下というのはまだ盤石では全くありませんでした。特に北関東や東北には上杉、佐竹、そして伊達政宗といった有力大名たちが睨みを利かせていたのです。もういつまた戦乱のように逆戻りするやもしれぬ。家康の胸には常にその不安が渦巻いていたことでしょう。家康は江戸城の周りに堀を巡らせるだけでは済みませんでした。関東平野そのものを一つの巨大な城として作り変えることで、日本全体に平和を築くことを思いついたのです。彼らはまず江戸城の周りにのの字を書くように次々と堀を拡張していきました。そしてその外堀のさらに外側、江戸の北側すべてを守る巨大な大外堀として計画されたのが、何を隠そうこの東へ移された利根川だったのです。中国に万里の長城があるなら、徳川家康は関東平野に水の長城を築いたのです。仮に伊達政宗のように大船建造の金を無視して大船を擁する海軍が太平洋をまたいで利根川を迂回しようとしたとしても、房総半島周辺の海域は黒潮と親潮がぶつかる有名な海の難所となっています。ですから江戸に迫るには必ず利根川を使わないといけませんでした。しかしその利根川流域には数々の江戸幕府の不代大名が待ち構えています。船で海を渡ることもできず、陸は巨大な川に阻まれる。こうして江戸は海と川、そして城が一体となった世界でも類を見ない平和を守るための要塞都市へと生まれ変わりました。その背景には未来永劫続く平和な時代をこの手で築きたいという徳川家康の執念にも似た夢、そしてその夢を実現させた伊奈一族と名もなき人々の汗と涙がこの川の一滴一滴に込められているのです。ではもう一度振り返ってみましょう。60年の時を経て利根川は東へと流れを変えました。それは洪水から江戸を守る治水のため、幕府の礎を築く神殿開発のため、100万都市の活気を支える水運のため、そして何より長きにわたる太平の世を願った壮大な軍事防衛のためだったのです。徳川家康の壮大な構想とそれを実現した伊奈一族の卓越した技術、私たちが今当たり前のように見ているこの関東平野の姿は400年前に描かれた平和の未来予想図だったのです。私たちの足元にはまだまだ知られざる壮大な歴史の物語が眠っています。これからも一緒にそんな歴史の宝探しをしたいと思われる方は、ぜひチャンネル登録と高評価で私たちの旅の仲間になっていただけると嬉しいです。それではまた次の歴史の旅でお会いいたしましょう。